はい、こんにちは。レイウッドカメラ部の K です。今回はですね、この中にニコンの D40。もちろん、うちのチャンネルなんで、ジャンクで手に入れてるんですけれども、4000円ですね。4000円のニコン D40 が入ってます。で、これ届いてまだ開けてないので、せっかくならもう動画の中で開けていこうかなっていう、それだけの動画になります。で、あとは、そうだ、この D40 を僕、ずっと使ってるんですけどね、今まで。もうこれすごい好きなので、ニコンの古いデジタル一眼カメラの中では、一番って言っていいぐらい好きなカメラでずっと使ってるんですけど、なぜまた今更入手したかというとですね、このカメラ部の活動の中で、ちょっとそろそろですね、オールドレンズを使っていきたいんですよ。特にニコン、ニッコールって言った方がいいですかね。ニコンのレンズブランドのニッコールで、もう何十年も前のレンズをいろいろ使っていくっていう遊びをしていきたいなと思ってるんですけど、もうそれの専用機という形で、この D40 をですね、使いたいなっていうので、新たに入手しました。もともと持ってはいるんですけれども、ちょっと自宅にですね、もう本当に使ってるんで、自宅にもうプライベート用って言うとなんか大げさですけど、普段使い用っていう感じで自宅に置いてるんですよ。で、それはそれでちょっと普段使いで置いときたいので、今回はレイウッドのカメラ部での活動の中でのオールドレンズで遊ぶためのマシンという形で新たに新調いたしました。ジャンクですけど。じゃあちょっと開けていこうと思います。このエアキャップすごいな。パンパンっすね。ちなみに、今回、動作未確認品です。なので、とりあえず電池入れて動かなかったらどうしようっていう感じなんですけど、一応箱付き。で、レンズも小傷がありますよっていう感じで記載はあったんですが、一応レンズも付いてますと。でもこのこの箱、歪んでますけどね、こんな感じで。歪んではいますけど、僕あれですね、このレンズキットっていう、D40 のレンズキットっていう状態。レンズキットっていうのは、本体。ちょっとこれイラストですけど、本体とレンズですね。が、セットになってますよっていう販売の仕方をキットっていうんですけど、ここに書いてありますね。D40 本体とこういうレンズがついてますよっていうのをキットって言うんですけど、見せた方が早いですね。こっちはあるんですよ。この秘蔵の、この中身ほぼ新品状態の D40 なんですけど、これは、なんていうんですか。じゃあ、あなた持ってるじゃないですかっていう、思ったかもしれないですけど、これはですね、もう秘蔵の D40 なんで、たまに通電させてますけど、状態維持のために。これはですね、もうこのまま取っとくやつです。好きすぎて、他はこんなことしないんですけど、ちょっとこのニコン D40 だけはですね、この箱入りで、かなり昔ですけど、ほぼ新品状態のやつをたまたま入手したんですよ。で、これ取ってあるんですけど、これが本体だけ。レンズはセットになってないやつ。で、こっちがそのキットですね。キットで本体とレンズがセットですよっていう箱なんですけど、ちょっともう早速だいぶ話それ始めちゃってますけど今回開けて動作チェックするだけなのに話それちゃってますけど、この箱よく考えたら D40 のキットの箱初めて見たなっていう話がしたかっただけです。はい、じゃあちょっと開けていきますね。ちょっと歪んでますけど、ちなみにこれ届いてからもう何ヶ月か経ってます。なんか、いろいろ渋滞してて、早く開けたかったんですけど、なんだこれ。あれだ。保湿剤じゃない、逆のやつ。乾燥剤か。乾燥剤が入ってますね。なんか、何の話でしたっけ？そう、なんか、さっさと、もちろん届いたら開けたかったんですけど、ちょっといろいろ渋滞してて、いろいろやってるうちにですね、もう2、3ヶ月経っちゃってるんじゃないかな。
はい。じゃあ、ちょっと中身、じゃんじゃん出していきますが、今回今回なんか、気の利いたものがいろいろセットになってて、でかいな。あ、ちゃんと、今、でかいなと、このブロワーでかいなと思ったら、ジャンボブロワーって書いてありました。一応4000円で、なんかいろいろ入ってました。そう、これも嬉しいですね。電池の充電器もちゃんとついてたんで、これも嬉しいポイントですね。あ、ボディキャップもついてるじゃん。いいですね。これなんか、ソフト関係ですよね、これ。ソフト、なんか CD もついてます。一応、トリセツとかも入ってますね。はい、じゃあ一旦箱は避けちゃいますね。で、一応ちょっとこの小物の方、軽く見ときますか。まあ、多分使わないですけど、ストラップ、だいぶ綺麗ですね。これは、この付属のストラップが綺麗ということは、本体も綺麗ということで、期待したいですね。はい、じゃあストラップ。これは、なんかあれですよね。USB でつなぐやつ。ちょっとこれも正直一回も使ったことないですけど、昔は使ったんですかね。はい、充電器。これもなかなか、ジャンクにしては綺麗ですよ。はい。で充電器のコード、なんか綺麗にまとめてくれてありますね。これがね、意外と嬉しいんですよ。ボディキャップ。ボディキャップも全然綺麗ですね。いいですね。このブロワーは新品なのかな。でかっ。あ、でもこれ、お家用にはいいですね。新品っぽいですけど。どうなんだろう。あ、この、大きいのいいな。いいじゃないですか。これラジコンでも使えますからね。はい、じゃあ、肝心の本体。これがね、動いてくれるかなんですけど、うん。とりあえず、すごい汚いみたいなところはないですね。で、一応ですね、電池がダメになってますよっていう話でした。あ、ラッキー。SD カードが入ってましたね。これちょっと地味に嬉しいですけど、ちょっと1ギガなんで、2ギガだといいんですけどね。D50 とか、2ギガまでしか SD カード使えませんってやつがあるんで、そういうのに2ギガのやつは、1ギガも使えるんですけどね。ただ、2ギガまで使えますよっていう D50 みたいな機種には、まあ1ギガよりは当然2ギガの方が嬉しいじゃないですか。なんで2ギガだと結構意外と貴重だったりするんで嬉しいんですけど、まあ1ギガ。まあでも、これね、なかったんで画像には。嬉しいですね。おまけみたいなもんです。で、ダメになってるらしいバッテリーが、これですね。まあ、これはダメって言ってるからダメだと思うんで、一応スイッチ入れてみますか。ダメですね。あ、嬉しい。あれがついてる。なんだっけ？保護フィルム。保護フィルムがついてて、保護フィルムも綺麗ですね。これ嬉しいですね。で、レンズがなんか小傷ありますよっていう風になってたんですけど、まあ、おじさんには見えない傷ですね、これは。綺麗ですね。あ、ちょっとレンズ、この、ニコンのキットレンズあるあるなんですけど、ちょっとここガタが来てるかも。でも、もともとガタあるからちょっとわかんないですね。後で、本体が動いたら、合わせて動作チェックはしたいですけど、後ろ玉も全然綺麗っぽいですよ。この中も、今のところ、異常はなさそうな感じで、綺麗な感じです。はい、じゃあちょっと手持ちのバッテリーを入れて動かしてみます。さあ、お願いします。これがね、毎回、緊張の瞬間ですねって言おうと思ったら、今スイッチ入れたまま電池でしたわ。ついたわ。今本当はオフにしてあるべきでしたね。ちょっとオンになっちゃってて、電池入れて動いちゃったんですけど、一応オフでスイッチ入れてみます。はい、来ましたね。やっぱり D40 は僕の経験上、今までどうだろう、5、6台は
ジャンクだったり、まあ通常の中古だったりで購入してますけど、壊れてたの見たことないので、D40 はそういう点でも優秀だなぁと個人的には思ってますけどね。なんか僕の中でジャンクでだいぶ厳しいなっていうのは、1番は D80 で、次が、D5000 と D3000 ですね。あの辺が、まあ、D80 はちょっと結構致命的な故障が多いんですけど、また別の動画でやります。で、D3000 とか D5000 は液晶が弱いんですよね。すぐこの片側がですね、黄色くなっちゃうんですよ。なんか黄ばんじゃうんですよ。あとはひどいと周りが暗くなっちゃうんですね。でも D40 はそういうの見たことないんで、そういう点ではすごい丈夫でいいなと思うんですけどね。ファインダーもチリ一つないんですけど、ちょっと今覗いてみたんですけど、あ、嘘でした。チリ2つあります。でもチリ3つあります。いやでも全然いいですね。全然綺麗です。で、オートフォーカス。その前に日にち設定しちゃいますね。なんか、2006年から始まってるっていうのは感慨深いんですよ、いつも。2006年製なんで、古いカメラってだいたい手元に来て、電源入れた時に日時設定リセットされちゃってるんで、そこからなんですけど、その時に、だいたいあれじゃないですか。そのカメラが製造された年になってるじゃないですか。それを見ると、ってなんか感慨深くなるんですよね。喋ってたら消えちゃった。はい、2025年2月11日、OK ですね。OK。で、情報画面デザインがですね、私はクラシックが好きなんで、クラシックにします。OK。いつもの画面になった。じゃあ SD カード入れて撮影してみますか。そうだ、これ中身があるとびっくりするパターンですね。たまに消してないやつがあるんで、さすがに映せない。ありますね。まあ、変なのじゃなかったんでよかったです。花火が映ってます。はい。ちょっとこれはまあ、あんまり見ちゃいけないと思うんでね、こういうのは。すぐ消しときますけど。はい、じゃあちょっと試し撮りですね。撮れました。大丈夫ですね。いやーよかった。とりあえず使えると思います。レンズもさっきガタあるかなと思ったけど、こんなもんですわ。もともとガタあるんで、このレンズ。どんなレンズだよって感じですけど。僕は結構好きですよ。なんか、どのメーカーさんもそうですけど、キットレンズって、まあ、コスパ重視じゃないですか。カメラを買った時に、だいたいセットで本体についてくる、まあ、一番基本中の基本みたいなレンズですよね。でこの当時のレンズだと、まあ、だいたいこの AFS ニッコール18-55ってやつがだいたいついてるんですけど、これもいくつかバージョンがあって、いや、今、持ってこようと思ったけど、やめます。また話長くなっちゃうんで。僕の知る限り3バージョン、4つぐらいありましたっけ？AF の P とかまで入れると、もっとあるんですけど、まあ、そこまで行くと18-55だけで、いわゆるキットレンズの18-55だけで、5種類ぐらいあったと思うんですけどね。ちょっと1個だけまだ持ってないんですけど、またそれ別の動画でやります。はい。じゃあ、とりあえず動きましたので、このままですね、ちょっとしばらく使ってみます。で、こんな写真撮れましたよっていうのを、まあ動画分けずに、ちょっとこの動画で一緒にやろうかなと思うんで、ちょっと動画的には1本にはしようと思ってますけど、これちょっとこのまま持ち歩いてですね、しばらく、撮ってみようと思います。じゃあちょっと一旦動いて安心したところで、あれだけ見ときますか。ショット数。早めにショット数だけちょっと確認してみます。はい。ショット数 .com で確認してきました。優秀です。2924枚。まあ、ざっくり3000枚ですね。
いやー、全然1万超えてないし、まだまだ、この人はこれからですよ。しかもほんと綺麗だな。まあ、一応ちょっと、手元にこういうのが来た時のルーチンワークだけ。これです。100均のメガネクリーナー。これね、僕好きなんですよ。100均のメガネクリーナー。こういうなんか、ティッシュとかで拭くにはちょっとなっていう時に、なんかささっととりあえず綺麗にしたいなっていう時に結構、これ、ちょっとひたひたなんで、ちょっと飛ばして拭きますけど。これ使い勝手いいんですよね、こういう時に。なんか、とりあえず手軽に拭きたいけど、ある程度綺麗さっぱり拭きたいなっていう時に、このメガネクリーナー、使い勝手がいいんですよ。まあ、メガネクリーナーっていうぐらいなんで、レンズも別に拭けますからね。これは今、レンズのフィルターなんで、かなりそんなに乱暴に拭くのっていうぐらいな感じで拭いちゃってますけど、この中ですね、中のレンズも別に拭こうと思えば拭けますし、使い勝手がいいと思います。一家に1個あるといいと思いますよ。メガネクリーナー。いや、でもほんと綺麗ですね。いや、よかったよかった。まあ4000円でレンズも使えて、レンズも綺麗だし、またこういう時の自分への言い訳で細かい話をしだしますけど、もうフィルターとかもですね、買うと1000円とか1500円とか、まあメーカーによりますけど2000円とかしますからね。はい。で、今回は、これもついてますからね。はい。これはいくらぐらいなんですかね。1000円ぐらいですかね。ちょっとわかんないけど。でかいからもうちょっと高いかな。はい。なので、まあ、ちょっと電池は使えないっぽいですけど、全然いいお買い物だったんじゃないかなと思います。これはまたちょっと試しに充電はしてみますけど、多分、だいたいこういうジャンクで買った時、バッテリーダメですよっていうので、大丈夫だった試しはないので、多分ダメだと思うんですけど、じゃあちょっと軽く自分仕様に、早速ちょっとこのアイピース変えちゃいます。もう今回オールドレンズで遊ぶやつなんで、ちょっとファインダー大きく見たいなって、フォーカスですよね。マニュアルフォーカスを合わせやすいように、ちょっと大きく見たいなっていうのがあるので、このアイピース外して、ちょっと綺麗にして、ちょっと今周りだけ拭いてます。ちょっとここは後でちゃんと拭きます。この中のガラス部分というか、ここは窓の部分は後で真面目に拭きますけど、ちょっと周りだけ今拭いてます。で、これだいぶ蔵出しのアイテムなんですけど、なんて言ったっけ ?DK21 でしたっけ？なんか間違ってたらごめんなさい。大きくなるやつ。ちょっと拡大してくれるんですよ。でこの手のアイテムいくつかあるんですけど、僕はこれが一番スマートで好きです。で、見やすいし。あ、大きくなった。はい。で、まあ、ちょっとこのレンズが問題ないかなっていうのを確認したいのと、だいぶ久々なんでこのレンズ。ちょっとなんか久々に見たらやっぱりこれも撮ってみたいなって思っちゃったんで、ちょっと今回この動画ではこのレンズのみで撮ってみます。でも本当はですね、こういう、ちょっと何のために買ったのっていうのをあまり詳しくない方、もし見ていただいていたらのためにちょっとつけますけど、こういう古いレンズがあるんですよ。で、人それぞれ好みとか好きなやつとか気に入ってるやつとかいろいろあると思うんですけど、これはですね、まあ、いくつか好きなレンズあるんですけど、これすごい好きで、ニコンの、まあ、ニッコールって言った方がいいですかね。あ、違う、これニッコールじゃないんだ。まあ、ニコンの、シリーズ E っていう昔のレンズなんですけど、これも。ちょっと変なのつけちゃってますけど。これが本来の姿ですね。こういうですね、古いレンズを、このニコン D40 とか、まあ、あと3000番台、5000番台っていうのが、ボディ内にオートフォーカスをするためのモーターが搭載されていませんっていうやつに、ポン付けできるんですよ。古いレンズを。特に、非 AI レンズっていうやつがあるんです。あ、
まあこれは長くなるんで、また別の動画にします。すいません。はい。非 AI っていう、ちょっとこれ違うんですけど、非 AI ニコールっていうやつがあって、それがですね、逆に今時のカメラっていうか、ちょっと中級機とか上級機だとつけれなかったりするんですけど、改造しないと。でも、そのままポン付けできるんで、D40 は。そういう意味で言うと、ニコンのエントリー機ってオールドレンズ遊び、まあ、ある意味しやすかったりするんですよね。なので、ちょっとまたその辺も紹介しながらやっていきたいと思いますが、とりあえず今回は、この付属してきたレンズ、後でしっかり見ますけど、でも、パッと見も全然後ろ玉も前玉も綺麗です。いやーよかった。なので、ちょっとこれで使ってみますね。ちょっとあとこれぐらいはつけてあげようかな。レンズフード。これはちょっと手持ちでもともと持ってたやつですけど。これかわいいですよね、このレンズフード。まあ、この18の55専用なんですけど、こうやってやって、逆につけといて、撮るときに、こうやってやるんですけどね。はい。一緒に回っちゃう。こう、ピント合わせるときに一緒に回っちゃうんですよ、こうやって。はい。かわいいな。はい。じゃあちょっとこれで、ちょっと撮ってみます。で、動画一旦ここで止めますけど、数日持ち歩いて撮ってみて、またこの動画内でそのまんま紹介しますね。はい、まず、花ちゃん。うちの犬ですね。まあ、全く普通に撮れてますね。で、これが、柿の木。一応、今回のレンズが 18mm から 55mm っていうレンズになりますので、まあ、ズームレンズですよね。なので、これがまあ、一応18で撮るとこんな感じで、で、55の方ですね。望遠側で撮るとこんな感じですよと。まあ、これも全然普通に撮れてますね。で、みんな撮っちゃう電線ですね。で、この時点で、撮ってる時は気づいてないんですけど、右下に謎の影が出ちゃってますね。右上の方にもちょっと見えてますけど。もう、分かりますよね。この特に右下のやつはもう見てパッと分かると思うんですけど、これ多分センサーがまた汚れちゃってるんで、センサー掃除をしないとなっていうのが、この撮ってる時は分からなかったんですけど、その後写真を見てみて気づきましたと。多分ここから先結構特に絞って撮ったようなやつはここに映り込んでるんで、まあ気にしないでくださいと。で、花ちゃんまあこれプリケツ映ってますけど、今回このニコンの D40 っていうのが、まあ、古いデジタル一眼レフカメラっていうところで、センサーが CCD センサーなんですよね。で CCD センサーの僕の、まあ、個人的に好きなところは、こういうような光と影がこうそれぞれ濃く映るというか、こういうのなんて言うんですかね、明るさ、陰影が強い写真というか、陰影が強いシーンみたいなところで結構独特な写りをするなっていうのがわからないですよ。すごい詳しい人からすると一緒だよっていうかもしれないんですけどはい、僕は CCD センサーのこういうシーンを撮るときのこの雰囲気がすごい好きなんですよね。で、続いてこれもそうですね。奥の方から光が差していて、これちょっと試しに車を撮ってるんですけど、うちの車じゃないですけど散歩に行ってどこか止まってた適当に撮った人の車ですけど、こういう陰影がこう強く出てるような写真ですね。特にグラデーションが入ってると、なんか独特の CCD センサーらしいなみたいな感じが出るんで、こういうのが好きですね。で、これは、同じく散歩に出て、ちょっとその辺に生えてた草撮ったんですけど、まあちょっと今冬の長野っていうところで、なんていうのかな、なかなか緑もないですし、こう天気もこの日そんなに良くはなかったんで、天気良くなかったっていうか、まあそもそも夕方だったんで、なんか綺麗な感じの写真あまり撮れなかったんですけど、まあこういう草の細かいところもちゃんと写ってますよっていう感じですね。
これももうちょっと日がだいぶ落ちちゃって、本当はもうちょっと光が強くて影が強くてっていう状況だったらよかったんですけど、まあ一応参考までにこんな感じで、みんなが、これもみんな好きですね、影自分の影撮るやつ。はい。でこれももう日がだいぶ落ちてますけど、こんな感じで、これもいいですね。こういうこってり感、 CCD センサーのこってり感がよく出てるかなっていうのでちょっと撮ってみたんですけど、その辺の家ですね。で家に帰ってきて、これはもう外はすっかり暗くなった家の中で、フラッシュニコンの場合スピードライトって言いますけど、フラッシュなしで、やっぱり古いデジカメっていうのはちょっと暗いところに弱いってよく言うんですけど、で特に今回使ってるキットレンズは暗いレンズって言って暗いところ弱いんですよね。でまあこれが限界みたいな感じです。これが弱点ですよね、古いカメラの。で苦肉の策みたいな感じで D40 の1個長所がですね、白黒で撮るモードがあるんですよ。 D50 とかないんですけど、まさかの白黒モードがないみたいな感じなんですけど、苦肉の策として D40 の場合は、ISO ですね、ISO をもう限界まで上げて、で、一応 ISO を上げると暗いところでもある程度撮れるようになるんですが、白黒にして、で ISO を上げるとノイズが出ちゃうんですよね。ただ白黒だとそれが一応臨場感出したかったんでって言えばそれなりの写真になるみたいなところがありまして、でちょっと白黒に切り替えて撮ってるんですけど、まあ、こんな感じでISO 感度を上げて荒画像みたいになっちゃうんですけど、ノイズが出て、でも白黒にするとなんかそれっぽく見えるよねっていうのが、まあ、これも個人の感覚好みはあると思うんですけど、僕はそういう時はもうあえて白黒で撮っちゃうみたいな遊び方をすることも多いです。これもそうですね。これよく見ていただくと、顔の左側のあたりとかよくわかると思うんですけど、なんかノイズがすごい出ちゃってますよね。ただこれはもう臨場感って言っておけば大丈夫ですはい、これよくわかると思うんですけど、僕ほんとこういう感じ好きなんですよね。これも、今回の D40 で ISO を200、400、800、1600で、その上が拡張でハイっていう風になると思うんですけど、だから実質3200っていうことになるんですかね。でだからまあ D40 で一番上まで上げてる状態で、ノイズ出まくりなんですけど、白黒にするとなんかこういういい感じになるっていう。で実際これカラーっていうかまあカラーですね、カラーで撮ると、一番上の ISO でカラーで撮るともうこんなになっちゃうんですよね。それでも暗いですもんね。はい。それがまあちょっともう一回戻すとこんな感じで撮れるんで、白黒だと、僕は結構よく使う手というか、はい、暗い室内で写真撮って遊びたいなっていうそんな時あんまりないかもしれないですけど、そういう時はよくやってます。でもうしょうがないんで、これがフラッシュ焚いてます。スピードライトですね。スピードライトくっつけて、ボディ内のフラッシュじゃなくて上にくっつけるやつを使っちゃってるんですけど、それをつけて、まあちょっと半分マクロみたいな感じですごい近づいて撮るっていうので、ちょっと試し撮りしてるとこですけど、はい、こんな感じですね。こっちもミニカーですけど、まあちっちゃいものもこれぐらい普通に撮れますよっていう。今回のこのキットレンズ意外と寄れるっていうので、結構大きく映せるんですよね。これもスピードライトを使えば、うちの犬ですね、これ寝てますね。これはお尻ですね。十分撮れると。いやー D40 やっぱり写り好きですね。はい、これは顔のドアップですね。これはあくびしてますね。この写真はですね、僕の中ではかなり気に入ってますが、これちょっと暗いじゃないですか。ちょっとつけてたフラッシュがですね、連続で焚くのに弱い、ちょっとしょぼいやつなんですよ。また紹介しますけど、僕はすごい大好きなんですね。すごい小型で可愛いんで、すごい好きなんですけど、
実戦向けではあんまりないですね。連続で炊くことができないんで。でこの時たまたま連続でシャッターチャンスがあったんで、カシャッカシャって感じでシャッター切ったら2回目で暗くなっちゃってるんですよね、これ。なのでちょっと裏技ですねライトルームっていう現像ソフトを使って修正したのがこれです。はい、この牙が可愛いですね。でラジコンですね。これもフラッシュ焚いてます。これ焚いてないや。明るい照明つけてるだけですね。それで全然これぐらい撮れますよと。でこれはあれだ、赤とか黄色とか原色系が CCD センサーだとなんていうのかな、気持ちいい発色が、特にこういう晴れた日ですね、気持ちいい発色があるので、これ色もナチュラルっていうのを使ってるんですけど、鮮やかっていうのにはしてないです。ニコンの D40 とか古い機種だと色のモードが鮮やかっていうのがあって、それにするとですねもっとすごい色になるんですけど、ちょっと強すぎるかなっていうのがあるので、これナチュラルでやってるんですけど、それでもこれぐらい発色するっていう、レンズもキットレンズでこれぐらい発色するっていう感じですね。はい、でこれはなんだろう、なんか遠く撮った時の解像感みたいな感じで撮ったのかな、ちょっとよくわかんないですけどはい、電線ですね。でこれは冬の長野なんで、その辺歩いてたら車が凍ってましたので撮ってみたんですけど、もうこの黄色とかもすごいいい色出ますよね。 CCD センサーらしいって感じですね。今の新しいカメラでも全然綺麗に撮れますけどね、ちょっとこういう独特なこってり感が出るかなっていう感じです。これも典型的な、この頃の CCD センサー、ちょっと赤が異常に赤くなるみたいな、人によってはちょっと赤すぎでしょっていうかもしれないですけど、僕は嫌いじゃないですね。はい。でこれは鈴木さんの看板。これもですねちょっと後で撮って後で見てみたら、ちょっと露出しすぎ、明るすぎだったなっていうので、ちょっとこれも一応ライトルームでちょっと締めた感じですね。こんな感じで。でこれはちょっと横から光が当たってる草むらですね。で葉っぱをちょっと取ってみた感じでこんな感じに映りますよと。でこれはジムニーさんのハンドルですね。こういう質感出したいみたいな時も結構いいですよね。古いカメラでも意外と質感が、このツルツルのハンドルの感じとか金属の感じとかがいい感じで出るんですよね。はい。でこれ一応風景、これも絞って撮ってるんで右上の方で汚れが出てますけど、一応風景もしっかり絞ればこれぐらいしっかり撮れますよと。大した場所で撮ってないんであれですけど、はい。長野の山々です。松本市から見える山々ですね。右の方が北アルプスですね。はい。でこれは畑に落ちてた缶。こういう陰影が濃ゆい感じの絵も僕は CCD センサーで撮るときは結構こういうのはいいのが撮れそうだなと思って撮るっていう感じです。これはどっか葉っぱですねこれはちょっとなんでこれを撮ったのか、これも多分陰影どうかなっていうのと、細かい葉っぱだったんでちょっとどれぐらい映るかなっていう、いわゆる解像感みたいなところどんな感じかなっていうので撮ったと思うんですけど、左下の方はちょっとやっぱ甘くなってますね。中央はしっかり映ってますけど。はい。でこれが庭の苔ですね。意外とさっきもちょっとお話出ましたけど、マクロっぽいのも撮れるんですよね。このキットレンズが一番望遠にして結構寄ることができるので、望遠で寄るで撮るっていう風にすると結構大きくこんな感じで、これかなり細かいというか小さい苔なんですけど、こんな感じで映せますよと。はい。ということで一応ですね、この最後苔にしといてもしょうがないからちょっと花ちゃん映しておきます。はい。はい。というわけで今回一応、4000円の、レンズ付きで買った D40 ですね。とりあえず問題なく動きましたが、ちょっとセンサーに汚れがついてるっぽいと。多分センサーきれいにすればこれは
改善されると思いますので、また別の動画でちょっとセンサー吹き吹きして綺麗に撮れるようになりました、なればいいんですけど、多分なるんで綺麗になりましたっていうのをまた別でやろうかなと思ってるんですけど、今回ですね、とりあえず、ジャンクの D40 がとりあえず動きましたという風になったんで、よかったなと思います。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。